ドラゴンボールが終わって部数が急速に落ち始めて、僕ら V ジャンプで少年ジャンプの編集長に戻れと言われまして、今更こんなズタボロになってから戻ってやれってないんじゃないって。鳥山明の新連載を鳥島が編集長になったら起こしてくれると。復活のきっかけは一人の編集と一人の作家、態度とか物言いが理屈っぽかったり絡んだりして、編集部の幹部が彼が好きじゃないから出すと言ってる。この移動寸前だった編集が起こした漫画がワンピースだったんです。週刊少年ジャンプ650何万部最高部数とかで歌ってる時は良かったんだけれども、ドラゴンボールが終わって部数が急速に落ち始めて、僕ら V ジャンプで部数が落ちる前からもう漫画がつまらないって見て取れたんで、マガジンが金田一はじめ面白い作品を立ち上げてジャンプどんどん追い上げてる。まあ当然一言だと思ってたんですね。ところが会社のナンバー2の専務に呼ばれまして、少年ジャンプの編集長に戻れと言われまして、僕は抵抗したんですよ。なぜかっていうと、僕をするはずの会社がしないで、当時ね、今更こんなズタボロになってから戻ってやれってないんじゃないって。で僕が創刊した雑誌は順調に軌道に乗ってるのに、これを僕から取り上げて厳しいところにっていうのは、これはいかがなものかって、人として仁義に戻るんじゃないですかって言ってね。で毎週1回呼び出されて3ヶ月経った時に、その専務に言われたんですね。鳥島社長が内示を出すからお前受けるか会社辞めるかどっちかだって言われて、まあでも会社的に言うと僕を戻す理由は今思ったたった一つだったんですね。鳥山明の新連載を鳥島が編集長になったら起こしてくれると。でそれが起きたらジャンプの部数も元に戻るんじゃないか。大きな過ちですね。そんな奇跡は起こらないって分かってましたから。赴任しまして部数が落ちていく理由がよく分かった。ジャンプの一番要である新人の新連載がちゃんとできていない。で新連載は打ってんだけど、作家が同じでタイトルが変わってるだけで中身変わってないです。ってことは新人を育成できていない。新人を育成する編集スタッフが育っていない。僕の前の編集長が10いくつ連載の企画をトップダウンで下ろしてた。でその中身を見たら、まあ全部お粗末なんで、それを全部頭を下げて関係各所に行ってなしにして、でスタッフに言ったのは、もう連載企画ないから君たちが起こしてと。でマガジンとジャンプは違うと。マガジンはドラマで作っていく雑誌で、ジャンプはキャラクターで作っていく。これはもうアニメとかに向いている。だから全然成り立ちが違うからライバル視するのはおかしいと。見てほしいのはコロコロだと。コロコロで小学校前半になってちょっとコロコロは子供っぽいなと思った時にジャンプでその読者を引き取って、あと一切逃がさないってやり方でジャンプの部数を戻せるはずだということで、その原点に帰ろうってことでやり始めて。でここから約2年半新人の新連載を打っても結果が出ない日々が続く。で部数会議のたびに今度の新連載でなんとかなるかね、いややってみないと分かんないですよって。でそれが漫画ですからって。で復活のきっかけは一人の編集と一人の作家。副編が僕より先に編集部に戻っていて、僕が編集長として赴任した当初、彼が相談があるって言ってきたのが、一人すごく見どころがある編集がいると。すごく熱がある一生懸命やる編集なんだけど、態度とか物言いが理屈っぽかったり絡んだりして、編集部の幹部が彼が好きじゃないから出すって言ってる。ところがこういう人間がやっぱり作品を作るし、こいつを出しちゃいけないと僕は思うんですって言って、じゃあ本当にどうなのかって呼んで会って話してみたら、その副編が言う通りで、熱があっていい編集なんだけど本当面倒くさいやつで、だけどやっぱりこういうの確かに話しちゃいけないなと思って担当役員に行って止めてもらって人事を撤回させたんですね。この移動寸前だった編集が起こした漫画がワンピースだったんです。これをやるかやらないかで2時間ワンピースについて議論したんですね。キャラクターもいいし勢いもある。ところが漫画の構成が分かりやすく作られていないんで読みにくいんです。前2回連載会議で出てきて、今言った問題点があるからっていうことで直してってことで3回目だったんですね、おそらく。でやっぱり意見は真っ二つに分かれたんです。潜在可能性がいいっていう人間と、構成が分かりにくくてもう一回直した方がいいんじゃないかって、僕もそっち派だったんです。2時間議論した。そしたらそのワンピースを担当してる編集のチームのデスクが、こ
これぜひやらせてほしいと、問題があるのはよくわかると。ただここでこれをもう一回突き返すと作家も編集も潰れると。もう2時間議論したんで決断するしかないよなと思って、分かったと。これだけ議論が真っ二つに分かれるっていうのは一つの可能性だと。確かに全員が賛成しても当たらない漫画もたくさんあると。やってみたんですね。そしたらこれが僕が少年ジャンプに戻って初めて新人の新連載で第1位取ったんです。もうこれで救われましたね、本当に。ってことはジャンプに行ってこれしかないっていう方針が正しいってことが証明された。子供も実は変わってない、読者も変わってないってことも分かった。で実際これが出てきて、その後ナルトが出てき、ハンターハンターが出てきて、でこれが大きな転機になったんですね。僕が少年ジャンプに戻ってやったことってのは、もう一回新人漫画家を育ててもらう。そのためにスタッフのバックアップをする。とにかく会社の中のいろんな雑音を極力現場に入れない。現場は漫画作りだけに先進できるようにとにかく配慮すると。だから一番大事だったのは会社の中の政治をどうするかっていう。だからこの時につくづく会社の中の力関係とかいろんなこと、いいことも嫌なことも学びましたね。ただやっぱり編集長ってのは象徴なんで責任を取るためにいるんで、何のために編集長がいるのかっていうのは日々考えて、で次の編集長にバトンタッチする時ね、僕の気持ちは刑期を終えて出てくる服役囚みたいな感じだったんですね。やっとこれで外にシャバに出られるっていうね、そういう感じでしたね。